椿だぜ。チカなのよ。さあ、今日はどんなゲームで遊ぶのかな？今回はこちら S 抜けの格ゲー分目視録なのよ。出たわね。こちらは激動の95年シリーズ、インパクトだけを残してそっと消えていったタイトル。続編の方はすでにプレイ済みだな。ブーンタップの元となった改作、無事にクリアできるかしら？つばちか。はい、先生です。ほい、生徒だぜ。ゲームの前にゲームのお勉強、ゲーム時世学の時間です。激動の95年4月末のタイトルなのね。タイミング的にはダブルドラゴンの後と言いたいところだけど、画廊伝説3の方が直近のタイトルになるわね。格ゲー大渋滞である。3月末に看板タイトルのナンバリング作を出して、翌月にも新規の格ゲーを出してくる、イカれた新作ラッシュ。ちなみに5月にはワーキーパーフェクト、6月には天内魔境神殿、7月には KOF95 と毎月格ゲーが出てった時期なのよ。11月にサンプロー、12月にリアルバウトだしな。9月に妨害山も出ているわね。S 抜け陣営だけでも格ゲー大渋滞。そんな中カプコンからも3月にヴァンパイアハンター、4月にはサイバーボッツ、6月にはストゼロが登場、11月にはマーブルスーパーヒーローズも登場。他の陣営からも鉄拳2やバッチャロン、ファイティングバイパーズ、デコのスイコエング、変わり種としては対戦可能な麻雀として、ファイナルロマンスなんかも95年のリリースね。友達と対戦しようと思ってファイナルロマンスに100円入れたんだ。隣で友達が100円入れて乱入する前に天宝食らってゲームオーバーだったぞ。麻雀の対戦を隣でやるの？4人打ち対応だったからな。2組の対戦台を使う感じ。もちろん隣の画面は見えないように席の間に板が置かれていて、一覧のは自集中カウンターみたいになってるのよ。4人打ちに対応したのは98年のファイナルロマンス4になるわね。間違いねえわ。時期的にも絶対95年ではない。一緒に遊んでたのは専門学校時代の友人だもん。はい、話を戻すわよ。本作については知っているかしら？見たことはあった。けど、当時は全く触ってないのよね。あの変なゲームがまた吠えてるくらいに思ってたよ。はい、オープニングデモにおける主人公の絶叫がやかましいと評判のゲーム。ダブルドラゴンの時にも話したけど、私が当時よく遊んでたお店って本屋なのね。西条のカルチャーって本屋だな。本屋って場所は図書館ほどでないにしろ、静かで、落ち着いていて、おしゃれな空間なの。本を選ぶ時にはね、誰にも邪魔されず、自由で、なんというか、救われてなきゃダメなのよ。そんな中でお前、定期的に絶叫聞こえてきたらね、速攻でデモサウンドオフにされてしまうわ。こういう音はよく通るんだ。ゲームの内容としては画廊伝説のようなラインバトルを採用していて、竜子の剣のような拡大縮小にも対応、そしてサムスキのような復活と、当時の S 抜けの特徴的な要素のいいとことり、最強のキメラの誕生なのよ。拡大縮小はサムスピでもやってたから、無理に竜子絡めなくてもいいのよ。じゃあ竜子のような脱衣 KO を搭載でもいいわ。必殺技 KO とかそういう条件なしに脱げるのよ。ただし脱げるのは男だけである。全く新しいアプローチよね。はっきり申し上げてバカゲーだと思われます。キャラについては遊びながら解説。昔のゲームなので全員と戦うのよ。はい、それじゃあ軽くクリアしてやろうか。はい、ロケハンにクソほど時間かけていたら、なんかちょっと上手くなってきた感。死ぬ思いでワンコインクリアしたら、録画データに音が入ってないとか。初回はコンティニューしてエンドロールなし。ワンコインクリアするも録画の不備。今から3回目の撮影です。頑張って。はい、ゲームの前に前回のリザルト。なんだか嫌な予感がドギャラス。はい、ザンディエフのつかみ技、アイアンクローがなぜかソビエト出身のロボ超人の武器に。誠にごめんなさいでした。なんぞこれ。はい、プレイ中の右枠に誤りがありました。93年ではなく92年、CTS ではなく CTS でした。本来はルーレット案件ですが、私のライフがすでにゼロなのでね。結果までキングクリムゾンなのよ。私はミスなしなのでここで回復するだろう。結果的にたらいに意味ないだろう。それでもご指摘のあったミスは報告せねばならぬのだよ。はい、それでは安全運転でゲーム開始。今日も一日、ご安全に。ご安全に。つばちか。まずは恒例、オープニング視聴の儀。それは実践空手道とブーメランを組み合わせた全く新しい格闘技。出たわね。全く新しい格闘技。設定上の時代背景は21世紀前半、近未来という設定の SF 作品なのよ。そしてこの若者の名は早くブーン剣の奥義を極めた男だ。今最強の死に挑む。21世紀の前半っていうと
ぶっちゃけ今を含むタイミングよね。風雲目視録。伝説の狼に帽子をもらったってキャラがおじいちゃんキャラってくらいの未来なのよ。 C ボタンの解説から始まるのは全く新しいな。 C ボタンは武器攻撃。 BC 同時で武器を投げるの。武器を投げる系のコマンド技なんかを使用するボタンが BC 同時になるわね。 BC だけで武器を投げるのに、武器を投げる必殺技もあるんだな。はい。カットしますが A ボタンでパンチ、B ボタンでキックとなっているわ。D ボタンはライン移動なんかに使うんだけど、それは AD 同時でも OK なので実質3ボタン。はい。じっくり各キャラ見ていきたいところだが、キャラ選択に使える時間は妙に短いので駆け足。心配しなくても全員と戦うことになるわよ。 A でパンチ、B でキックと言いましたが、これ初期のはフィールールなんよね。短く押すと敵攻撃、長く押すと強攻撃が出るのよ。ちょっと、1人目から結構動くんですか。待って待って、一旦落ち着こう。わかったわかった。ここは超必殺技を披露するのに使おう。奥義、無双乱舞、奥義の部分もしっかり技の名前なのよ。びっくりマーク込みの技名とか、全く新しい感性だな。1人目の対戦相手はマックスイーグル。プロレスと斧を組み合わせた全く新しい格闘技を使うのよ。だいぶ殺意が高い。この技が全然当たらん。X 殺、空中からの効果技ね。やっと当たったわ。ジャンプ中にしたとパンチかキックで出てしまう。正直誤爆でしか使わない勢いはある。食らってる食らってる。適当に技を紹介しつつぼこしていきたい。伝承応脚、対空性能はないに等しいぞ。幻影飛コン、3つ出る玉。粘土飛コン、フォーミング性能のある玉。必殺技はほぼ使用しません。基本的にどの技も発生が遅い。投げる系は距離を取って使うくらいだ。このゲーム、正直言って SNK の悪癖みたいな部分もかなり濃いね。CPU が基本的に超反応なので、いらんことするとボコボコにされるのよ。お次の対戦相手はゴズね。ボスまでは1人1試合にカット。基本的に逃げるのは倒した時なので、原則2ラウンド目をお届けいたします。この赤いのと、こいつのコンパチの青いの、後半に出てくるとクソ強いのよ。早めに出てきてくれたのには感謝だ。鍵爪と忍術を組み合わせた全く普通な忍者。基本的には持続の長いジャンプジャックキックで飛び込み、あとはもう適当に詳しく吸って目押しで大足につなげ、以上だ。ミスった。出ません。連続技失敗である。有効な連続技が立ち強キックからの強烈3くらいしかわからん。飛びからは繋がらん感じなのでピヨッと時限定だ。はい、必殺技は削りには使えるぞ。あんまり無理なコンボが繋がる感じのタイトルではないのよね。なんかノックバック中の前半が無敵になってるせいで安定しない。ちなみにサムスキはノックバック中の後半が無敵だったわね。前半無敵は全く新しい格ゲー。ただの謎仕様である。お次はクラウンではなくジョーカー、暗記と大道芸を組み合わせた全く新しい格闘技の使い手なのよ。なんか背景にカバが複数いるのよね。ここは盗賊団マジカルヒポポの拠点なの。ジョーカーは盗賊団のリーダーなのよ。ヒポポってのはヒポポタマスのことか。ヒポポタマスはカバのことなのよ。はい、基本はジャンプジャックキックだ。壊し壊し大足。バーフィー式なので強弱の使い分けが地味にむずいんよ。壊しの連打も早すぎると繋がらないんよね。前半無敵。あかん。超必殺技に相当する逆転技は体力が点滅し始めると使用可能。いわゆるフィニッシュラインが 20% いくくらいと結構きつめのライン設定なんよね。続編では体力が2本、半分切ると超必殺技が使えるリアルバト式だったわね。威力はそこそこ高いので、A感じに受ければ敵をフィニッシュラインに入れることなく倒せるぞ。お次の対戦相手はキャロル・スタンザック。新体操と爆発物を組み合わせた全く新しい格闘技を使うのよ。爆発物っていうな。正しくは新体操のボールと合気道を組み合わせているのよ。合気道感は全くもって皆無だけど、全く新しい合気道なので現代人にはわからないのも仕方がないのよ。車が来るわよ。固めたろ、おかしいだろ。あの状況でなんでこっちだけ車に引かれてるんだよ。ステージギミックの類は基本的にはガープなんだけどね。小足で固めていたから宇宙の法則が乱れたのか。コアコアダイヤシ。もはやメインのダメージソースが小足である。弾を撃つ距離じゃないでしょっと。ミスった。危ない。偶然かわしたか。削り消よお疲れ様です。この子は脱げません。ケツで我慢しよ。なおボールの位置。実際のところ爆発物なんよね。爆発してもなくならないし、必ず手元に戻ってくるのよ。ハイテクだね。はい、ボーナスステージなのよ。昔の格ゲーにはこういうのがあるんよね。内容的には画廊伝説2のものが近いかしら。
上から降ってくる寺の鐘みたいなものを吹っ飛ばすだけだ。個別に制限時間があって、時間経過で引き上げられてしまうのよ。要はモグラ叩きである。あかん。違うんす。ボタン間違えたんす。時間切れ。9個撃破で9000点。10個なら5万点でした。残念。お次はニコラササ。フリスビーと大企業の資本力を組み合わせた、全く新しい格闘技を使うのよ。要はなんかちびっこアイアンマン的なポジションなんよね。身体能力を何百倍にも強化するパーマンセットみたいなスーツを自ら開発した天才少年なの。スーツのテストを兼ねて今回の大会に参加しているのよ。さっきのお姉ちゃんとこいつは次回作でリストラされてしまうんよね。次回作は雰囲気がもっと大ハイテクでダックな世界観なの。女子供はすっ込んでろってことでのリストラなのよ。発言には注意してください。はい、投げます。はい、このゲームダウン中の相手を投げることができます。クソ仕様っぽくも見えるが、1ラウンド1回まで。ダウン追い打ち的な要素になぜか通常投げが設定されている全く新しい格ゲーなのよ。ちなみに投げ抜けに該当する防御行動はボタン連打するだけ。パンチでもキックでもいい。ただし回避成功率は 30%。投げの回避は運ゲーなのよ。おっと、メズーだ。まだ対処できるレベルのはず。終盤に出てくるとマジで手がつけられない。多分ラスボスよりやばい。開幕バックジャンプからの武器投げ。敵が前ジャンプしてるのを確認してから投げたんで間に合うぞ。とりあえず投げてしまうと超反応でライン移動されたりするのよ。基本的に判定がクソ強い技も多いんよ。ガードしても角反が取れないケースも多いので、ライン移動で逃げちまうのも手だ。敵はすぐに逃げてしまうわね。ワンボタンで無敵回避できるのになんよ。武器を投げてみる。対岸と弾を打ち合える全く新しい格闘ゲーム。どういうこと？足元に飛びつけて弾扱いだったのかしら。落下物はガード不能だ。あかん。連続ヒット系の技は基本的に相手をロックする仕様なのよ。ノックバックの前半無敵ってわけのわからん仕様だからな。ロックする形で別枠の処理にしているんだろう。謎仕様のせいで達成の速い技が連続技にならないのよ。壊し連打も速すぎると2発目がスカるのよ。倒した。早手の壊しは割と適当連打でもいける感じ。発生の速い弱攻撃だと2発目がスカって3発目が当たる。操作性に加えて連続技のシステムにも癖があるわね。仕組みを理解してないと違和感として引っかかり続ける部分だな。お次はチュンパイフ。炎の杖と無敗の格闘技を組み合わせた全く新しい格闘技を使用するのよ。炎の杖ってなんだよ。急にファンタジーな。過去にはラスボスと炎の杖をめぐって対立したこともあるそうよ。こいつの帽子が若い頃に伝説の狼にもらったものなんよね。デフォが青いし 2P のケリーにもらったんでしょう。おっと、投げ抜け発動。正確には投げに対する殴り返しというアクション。パンチかキックを連打していると 30% で発動するのよ。ちょっと待てそう。なんつってな。下段から始まるラング技である。ちなみに投げに対して C ボタンを押していると投げ返しが出るわ。投げ返し返しも可能だけど、その場合は発動率が 24%。以後 6% ずつ低下していくのよ。普通は返し返しが出ない。ツバチカ。ツバチカ。さあ、次の対戦相手は誰だ？お次はゴードン・ボマン。電撃を放つトンファと国家権力を組み合わせた全く新しい格闘技を使用するのよ。ほぼほぼファイナルファイトのサンボスだろう。ガムは落ちていません。あってたまるか。何それ、対空投げ？ちょい、なんだよそれ。ラウンチアッパー。移動を伴う圧迫攻撃。ロックする打撃ね。あかん、今のはピヨってるぞ。開幕からボコボコ。もう助からないぞ。ここだ、逆転技。さすがに7割は取れない。諦めるな、チャンスはやっぱなかった。こう見えて実は普通のおまわりさん。ちょっと強引な一面もあるけど、別に悪徳警官というわけではないの。マジかよ、どう見ても敵の手先タイプだろ。病気の娘がいて治療費を稼ぐために大会に参加しているの。奥さんはすでに他界しているのだけど、今でも亡き妻を愛している優しい暴力警官なのよ。優しい暴力警官ってなんだよ。はっきり言ってやけくその世界観で治安が絶望的なの。確かはちゃめちゃに難民が押し寄せてるって設定の日本なんよね。ジパンヌシティが舞台ではあるけど、日本なのかどうかは怪しい感じではあるわね。おまわりさんがアメリカ人だしな。結構痛い。ちなみに敵の逆転技は駒投げタイプなので接近には注意よ。あっち行ってください。お願いします。うっそ、頼れる対空がない。対空技を持たないという全く新しい主人公なのよ。弾が3つもあるのにな。負ける負ける。助かった。あお、パンツ丸出しだぜ。うさぎちゃんのアップリケは娘の趣味らしいのよ。まったくイカれたやつしか出てこないゲームだぜ。
全く新しい登場人物のみで構成されているわね。2回目のボーナスステージだ。内容自体は初回のものと同じなのよ。招き猫。引き上げられるまでの時間が金より短いのよ。同時に出てきた場合は順番も考えねばならんのだ。なんか小判とか飛び散ってるけど、ボーナスのスコアは金と同じなのよ。1つ1000ポイント。パーフェクトで5万年。よし、パーフェクトだ。ラインアタックにはジャンプ攻撃が有効だ。普通に潰されるけどな。はい、ボス前ラストは同キャラ対決。別に最後が同キャラになるって仕組みがないので、最後に出てきたのはただの偶然です。比較的楽なのが残った感じだ。同キャラ小ハヤテ、実戦空手にブーメランを組み合わせた全く新しい格闘技を使うのよ。適当に削りに行く。お見合い。止められなければ案外リスクは少ない。いけた。なんとしようとして食らった感。裏回っちゃった。何が起こった？同じ技の相打ちに見えたけどなんか一方的に勝ったわね。感じにパーフェクトだぜ。ライフボーナス1万点。俺がハヤテだ。忘れるんじゃねえぞお前。はい、噂の最強の獅子、獅子王なのよ。みんな知ってると思うけど偽物のラスボス。はい、いわゆる影武者。次回作では影獅子王という名前になっているわね。本名はジェイク・アボット。ボクシングと長剣を組み合わせた全く新しい格闘技を使うのよ。余裕でダウン中に投げられたわ。仕様なのでね、 CPU も追撃に投げを使ってくるわ。はい、投げておこうね。基本的には道中と同じスタイルで攻めればいい。持続の長いジャンプジャックキックで飛び込んで適当に壊しこすっていく作戦。アースチョッパーの判定が妙に強いんよね。持続も長いので乗り越えにくい。怖っ。影獅子王の逆転技、キングストレートなのよ。よし、まずは先生。余談ではありますが、ダウン時の投げによる追撃、これは駒投げの有効な仕様となっているの。逆転技が駒投げのキャラは追い打ちで超必殺技が入る目視録ルールだ。恐ろしいわね。手前の剣が危ないので素直にガードだ。そうそう、このステージには奥のラインがありません。一応あるけどすぐに手前に戻されてしまうの。リアルバウトのスウェーラインにも近い構成なんよね。当たった。捕まった。ダイナマイ。助かった。投げを重ねられると回避不可能だ。投げ抜けは 30% でしか機能しない全く新しい攻防。必要に飛び込むよ。壊し壊し大師。はい、なんとかなりました。獅子王を倒したわね。この獅子王は獅子王の中でも最弱って展開。影武者を無事に撃破できれば本物が登場するのよ。俺が一番だ。また吠えてるよこの人。Did you really see all of the king? He's just a shadow. You will know who's the strongest. 急に流暢なアメリカ語で喋るやん。 CV はジョン・フラトンさん。ハワイ島出身の男性声優でナレーションなんかをよくやってるわ。カクエスの時のアイデンなんかも同じ声優さんなのよ。ラスボス、新獅子王。基本的にはさっきの影武者の完全上位互換。全ての面で影武者とは比較にならない強さなんよ。影武者が使えない技なんかも持っているのよ。様子見てるとすぐ投げに来る。うわ、やめろ。ボコボコである。どっからっすよ。このラスボス結構普通にピヨるんよ。連続技が安定しないのでチャンスには超必殺技の玉ぶっぱを入れたい感じ。見事に想定通りの展開ね。こいつが瀕死になって超必殺技を使い出すと危ない。瀕死ゾーンに入れずに倒しきるのが理想的な形と言えなくもない。続編でも体力半分切ると対策がガラッと変わっているわね。正直挙動ガチャな側面も強いのよ。早めにジャンプキックを見せることで当て身技を誘うんだよ。取られとるやないか。遅いと取られる。感じのタイミングだと当て身の受付時間終了後に蹴りが当たるのよ。あかん、それあかん。美味しいぞ。高校だよし。怖っ。キングアッパー当たると普通に8割。生で超必殺なんか打たないぜ。下手に隙を見せると余裕で超必殺技で差し返してくるからな。無事にクリアできたわね。これは偶然サクッと勝てただけで実際のところは100回くらいやり直してるぞ。空き家カバンはどこででもセーブできるのでワンコインクリアのフラグを維持するのは簡単なのよ。若干インチキではあるがそれもやむを得ない強さなんよ。はい、無事にクリアできたところでハヤテのエンディングです。展開にかなりの矛盾が生じているぞ。気づけるかな。
はい、当たり前のように父親から颯と呼ばれておりますが、この人の名前は翔颯。颯は名字なのよ。ほうれん草の大切さがよくわかるゲームですね。ちなみにお父さんは坊颯なのよ。作ってる人が主人公のフルネームを理解してなかったというね。親子でも名字で呼び合う、全く新しい価値観のゲームなのよ。これが多様性のいくつく先なのか。無事にクリアできたところで雑にレビューしてもらえるかしら。なんか丁寧に作られているようで、節々から違和感のようなものはにじみ出てるのよ。連続技の入力に癖があるって部分では、95年のタイトルと考えると少し窮屈だな。技の性能的にも基本的にヒットすると相手をロックするものになっている。全ての技がいわゆる打撃分になってる感じなんよね。竜子の剣の残裂剣的な属性なのよね。通常攻撃の強弱もボタンを押した長さで変わるわ。必死よ。慣れるまではとても暴発が多い。はい、エンドロールですからラスボスに対して全員で死体蹴りをかますという、全く新しいエンドロールとなっているわ。全く新しいセンスだな。タップの方の動画でも触れたけど、ラスボスの正体はプロレス枠のマックスの兄なの。アックスイーグルが本名なんだろうな。アックス持ってる方がマックスで、アックスは剣を持っていてややこしいのよ。なぜこんな姿になってるのかは語られておらず、結局謎のラスボス風味となっているの。一応はこいつが開催した格闘大会ってストーリーなんよね。重心武闘会という大会で、優勝すると神と最強の称号が手に入るという流れね。この展開は賞金が出なかった的な流れでしょうか。スレイヤーズ的なギャグ展開で落とそうとしないで。だいぶバカゲー的なテイストも強いんだけどな。キャラは全体的に濃いのよね。身長185センチの隼人が小柄に見えてしまう巨漢率の高さ。キャラが濃い上に、マーフィー式の入力もあまり好意的には見られなかった感があるわね。B ボタンがライン移動用の短縮ボタンでしかないからな。AB 同時と同じ効果なので実質ボタンは余ってるのよね。リアルバトみたいな景色が分かりやすくてシンプルだったわね。パンチとキックと強攻撃、B はライン関連。次回作ではおおむねそういう形になったわね。基本的にはパンチとキックに武器攻撃の3ボタン、B はパートナーとの交代に使うのよね。奥のラインは撤廃されたからね。正直なところ、全く新しいというワードだけが一人歩きして往々なゲームって認識だけが浸透。時期も悪いが、国内ではあまり人気は出なかったのよね。なぜか東南アジア方面ではブレイクしたようなのよ。今作は、全く新しいセンスの塊。人類には早すぎた逸材なのかもしれない。2025年現在においても、まだ時代が追いついてないのだ。なんと、秘密の逆転技のコマンドを教えてくれる、全く新しいサービス精神も搭載。この時代ならみんな知ってる上で遊んでると思うよ。つばちか。つばちか。ありがとうございます。ユージ様より、岩手県産の米5キロとカレーが届いているわ。やったぜ。ここ最近米なんて半額弁当でしか食ってなかったよ。ありがたやありがたや。炊飯器が米の炊き方を忘れてるんじゃないかと不安になっていたぜ。本かまどモードを使うしかない。炊飯器は無駄に良いやつだったりします。さらに、ユージ様から鶏ひき肉1キロも届いているわ。はい、こちらはクール便なので別口で届いておりました。ひき肉はね、適当に炒めて混ぜるだけでも簡単に肉感をプラスできて便利なのよ。見ろよこれ、はは、無敵だわ。米とカレーの方には、夏はカレー、夏はカレー、バキの登場人物のように食べるべし。ひき肉の方には、夏はタンパク質、夏はタンパク質、たくさん食べてグラップラーになるべし。と、コメントが添えられていたわ。つまり、こういうことですか？奇跡が起きる。ありがたく頂戴いたします。磯崎様より、タイプ C を HDMI に変換するケーブルが届いているわ。ありがとうございます。なんだこりゃ。これがあればスマホの画像をテレビとか PC に出力できるのよ。なるほど、そういうやつなのか。言うても、うちは一応レトロゲームメインだし、あんまりソシャゲとは縁がない感じではあるが。ソシャゲから案件が来るかもしれないでしょ。何言ってんだ、暑さで頭をやられちまったか。実は来てるんだな、これが。マジで言ってんの？弊社初の案件動画、どうなるかしらね。そんなことよりだ。このケーブル、HDMI 側が太くなってるせいで、他のケーブルに干渉して、物理的に刺さらないんだけど。え？嘘やろ。どうやったって刺さらんよ。両脇の抜かないと無理だ。はい、慌てて延長ケーブルをポチりました。これで解決です。事前にちゃんと確認してから欲しいもに入れなさい。ケーブルプレゼンテッドバイ磯崎とコメントが添えられていたわ。ありがとうございます。ありがとうございます。磯崎、折笠愛大好きマン様からモニターアームが届いているわ。ありがとうございます。これでモニターの向きを変えるのが楽になるぞ。
私がプレイするときにいちいち席を変わらなくて済むわね。基本的にちかちゃんはうちに来るときに自前のアケコンを持参するからな。物自体は椿さんの持ってるやつと同じなんだけど、私のはスティックを精密のものに換装しているのよ。ありがとうございます。今後の活動に有効活用させてもらうのだぜ。ちょうどプライムで安かったし、入院中暇なので欲しいも発射やで。つくこやには退院しているはず。と、コメントが添えられていたわ。入院中に欲しいも発射、全く新しい療養方法だな。 X のポストを見る限り、17日の時点でお仕事に復帰されているみたいね。息災で何よりです。みんなも体を大切にね。最近右の膝に違和感があるんですよ。それは加齢による型つきです。諦めて。こんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。トップページのリンクをクリックすれば X のアカウントにアクセスできるのよ。少し早めの投稿予定を知りたい人はフォローしてくれよな。その上にあるチャンネルの概要欄をクリックすると、欲しいもやマシュマロを投げられるわよ。欲しいもは Amazon の欲しいものリスト。何かご支援いただければやる気ゲージがアップ。ゲージが溜まれば超必殺動画が出るかもしれない。動画へのコメントもお待ちしております。思い出話は大好物です。というわけで、最後までのご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。マシュマロ来てた。かかってこい。ちかちゃんは椿ちゃん以外の相手だと猫かぶってると見た。どないやだ、そうです。むしろ逆じゃないかしら。椿さん相手だとまだ少し遠慮している勢いすらあるわ。この人地味に群れのリーダータイプ。ポンコツばっかり集まってくるのよ。不愛想なくせに面倒見が良い。